まず見た目なんですけども、やっぱりちょっと傷がちらほらありますね。側面とかにもなかなかいい感じの仕上がり具合になっております。壁にぶち当たりました。スペースキーが戻ってきません。下のキーボードの基板セットのやつね。ほんまにもうそのままキャップだけじゃなくてキーボードも交換できるやつを買って、上のキーキャップだけ使おうと思って、キーキャップが新品になるだけでめちゃくちゃ良くないこれはもはや新品と言っても過言ではないんじゃないでしょうか。皆さんは何か買い物をした後に買ったと思う時あるでしょうか。私は今回勝ちました。大勝利。なんと MacBook Air が93,000円で手に入れることができました。中古だけどね。中古でちょっと待って、93,000円って微妙じゃないと思ったそこのあなた。なんとこいつ、メモリが 16GB で、ストレージが 512GB なんです。もし Mac に興味がない人たちは、それってそんなに金額違うのと思うかもしれないんですが、公式見てください。メモリを8から16にアップグレードするのに3万円。ストレージをなんと 512GB にするのに3万円。つまり合計6万円ぐらい払わされるわけです。やばくないですかこれを俗に一種のアップル税と呼ばれています。93,000円で手に入るってことは、これめちゃくちゃ安いんですよね。普通に多分この構成の MacBook Air はまず売ってない。多分状態があんまり良くないんだよね。ってことで、開封してみましょう。まず見た目なんですけども、やっぱりちょっと傷がちらほらありますね。側面とかにもなかなかいい感じの仕上がり具合になっております。そして特にこのパッドの右下だよね。ここにボコッとなってますね。これは落としたのかな？落としてたら嫌だね。ただこいつ、表面的には結構味がついてるんですけども、中身当ててみると、まずこのディスプレイの部分めちゃくちゃ綺麗なんですよね。一切傷がないように見えます。キーボード側もそんなに大きな傷がないんで、表面ちょっと傷多いかなっていうのは確かにあるんで、Apple 製品にはケースをつけるなというジョブズ的な生活をしていた人なのかもしれません。ということで、中身綺麗やったら良くないですか傷は慣れます。慣れると言い聞かせよう。でも93,000円ですからね。まずね、中古のね、ノートパソコンを買ったということで、早速動作確認をしていこうと思ったんですけども、はじめにキーボードの確認してて、これライブ配信でやってたんだけど、早速壁にぶち当たりました。スペースキーが戻ってきません。ちくしょー商品の説明に一応、キーボードヘタリって書いてたんですけども、ヘタリ、確かにちょっと力入れたら効くし戻ってくるんだけど、さすがにちょっとヘタリのレベルではなかった気がしますので、一応お店の方に連絡させていただいたら交換させていただきますとメッセージが来たんですが、でもね、93,000円だからちょっともったいないなって思ったんですよ。一回ちょっとリスクあるけども、スペースキー当ててみようか。ということで当ててみました。MacBook のキーキャップ外すの、まずめちゃくちゃ難しくてめちゃくちゃリスクがあります。力のかけ具合間違えたら簡単に爪の部分が折れて二度と装着不可能になります。だからやらない方がいい。一歩間違えたら返品できないんだけど、なんとかなるだろうと思ってやりました。そしたら明らかにコーヒーこぼれてましたね。コーヒーかなコーラかななんかね、分かってたんですよ。ちょっと押した感じ、範囲で言うとスペースキーとその左上のあたりが、なんかジュースこぼした後の感覚って、お菓子の粉が挟まっているようなサクサクみたいなちょっと感覚があるんですよね。多分砂糖とかそういうのが固まって、戻ってこないという感じになってるんで、ちょっと感覚でね、初めにこれ飲み物こぼしてるやろなって思ったんですけど、ちょっと茶色くなってましたね。とりあえず掃除したら治る場合もあるので、アルコールで綿棒使ってちょっと時間をかけながらね、ちまちまやりながら、で、スペースキーとその上のところのね、キーの反応もちょっと良くなかったから、大体外してやってたんですよね。そしたら、なんとか、復活しましたよかった。これあんまりほんとおすすめしないんだけど、もし MacBook のキーキャップで外したいという人は、キーボードの処理にもよるんだけど、こいつ MacBook Air の M1 チップのものは、下になんか、こんな感じで、カードで押さえながら、下のなんか爪楊枝みたいなのあるじゃないですか。それで、2本下に支点があって、そこをパチパチっとね、取れば、あとスライドしてね、取れるっていう感じなんだけど、これ、口頭で説明してもめちゃくちゃ難しいから、もし本当にやりたい人は、
なんか動画見ながらやってください。ただ、絶対に1回は失敗して壊してしまうということを、前提にして、練習がてらやってみてください。1回やるとね、多分感覚が分かって簡単になります。もちろん、キーボードの処理もね、バタフライキーボードって全く違うのもあるからね、それはちょっとやり方は変わってきますけども。で、キーキャップは、売ってます。ただ、日本語のキーキャップはかなり少ない。特にこの M1 チップの MacBook Air 用のやつが、キーキャップだけどね、日本語配列がなかったんですよ。チャイナサイトも探したんだけど、さすがに日本語だけがなんかないっていう感じで、英人しとったらよかったかなってちょっと思ったんですけど、Yahoo ショッピングかな売ってたのが、下のキーボードの、基板セットのやつね。ほんまにもそのままキャップだけじゃなくて、キーボードも交換できるやつを買って、上のキーキャップだけ使おうと思って。まあ、キーボードもね、一応飲み物こぼれてるんで、交換してもいいと思うねんけども、普通に使えてるんで、まあ、あんまり変えない方がいい。MacBook のキーボードね、全体交換しようと思ったら、こいつ分解して一番最後にね、出てくるもんなんですよ。だから全分解しないといけないんで、リスクがあまりにも大きい。なので、おすすめとしては、もう、キーボード飲み物をこぼしたやつでも、なんか反応するんやったら、あまりこのキーボード自体を変えずに、キャップだけね、ちょっと交換用に買って、交換した時に、多分1個は必ず失敗すると思うんで、ほんま難易度高いんで、失敗した時にこの T キャップ予備のやつ使って、しかも T キャップ新品になると結構綺麗なんで、まあいいんじゃないかなと思います。中古で買うと、なんか独特の黒い T キャップのなんかテカテカ感あるじゃないですか。指の油とかついて。あれも嫌なんで、今回せっかくさ、まあキーボードを買ったから、このテカテカのキーボードをね、なんかツルツルの新品のキーキャップに変えて、新品みたいにしてやろうかと思って、時間かけて、全部キーキャップ変えてやろうということだったんですが、日本語配列の左側のやつって、英字のやつと違うからさ、失敗してしまうと、また買い直さなダメなんですよ。しかも日本語は安く売ってないということで、ちょっと中心の汚れてる、テカテカになりやすいところだけをね、アルファベットのところだけを全部交換しました。矢印のとこもね、ちょっとやり方違うんだけどね、できる範囲でやってみたんだけど、そうするとキーボードが見てください。なんということでしょう。まるで新品じゃないか。中古の MacBook でをキーキャップが新品になるだけでめちゃくちゃ良くない？これはもはや新品と言っても過言ではないんじゃないでしょうか。まあ、とにかく思いがけない1万円の出費っていうのはあったんですけども、まあ、合計でだいたい10万3000円ぐらいでこのスペックを手に入れることができました。良くないっすか？めちゃくちゃ安いですよね。M1 チップね、もう全然十分だし、メモリ 16GB、ね、512GB のね、SSD ということで、まあ動作もね、快適になりました。具体的にどう快適になったかっていうと、やっぱり Chrome のバカでかいメモリ消費量だよね。8GB モデルで使ってると、常にこの Chrome がね、どうしてもメモリ消費なんかでかいんで、まあ常にタブのね、枚数気にしたりとかなんだけど、16GB あったら全然気にしないで使うことができます。まあ場合によってはなんか Chrome だけ再起動しなければいけないっていう時もあったからね。あとはクリエイティブ作業ね、もちろんするとき自分だったらこうやって動画作ってるんだけども、動画編集してるときってなんか Chrome でもちろん検索しながらもやってるし、あとは Adobe のね、Photoshop で画像編集したりとかね、素材作ったりとかする、そういった他のね、アプリケーションも同時に立ち上げてると思うから、やっぱりメモリの消費量が激しい。8GB でもなんかごまかしながら、なんか Chrome のタブ枚数減らしたりとかね、たまにして、それでごまかしながらできてたんだけども、そのごまかしが一切いらなくなるっていうような感じが 16GB かな。あとやっぱりね、SSD の 512GB。これなんといっても、動画を作るときにプロジェクトファイルっていうのがどんどん増えていくんですけども、これ結構一つ増えるだけでも何ギガか消費するので、あっという間になくなってしまいます。512GB あれば結構余裕あるんで、特に動画編集をね、何個もアップする予定のやつを並行して作ってる場合、プロジェクトファイルがどんどん増えていってしまうから、結構なんか 256GB ではしんどい。っていうか 256GB 何でもしんどいんだよ。結局ストレージが少ないと外付けの SSD 用意する必要があって、そこに逃がしながらとか、使い方はあるんだけれども、どうしてもね、やっぱり外付けの SSD もね、使ってると結構それ自体が熱くなってたりとかしてたから、バッテリーはその分消費激しくなっちゃうんでしょうね。ストレージの余裕は心の余裕だなんて誰か名言ね、
おっしゃった方がいらっしゃるらしいですけども、その通りですね。なんかちょっとストレージの容量が増えて若干食欲が減った気がします。もちろん今回はたまたま安いのが売ってた。ちょっと傷ついてたからその分ね、割安っていうのもあるし、いや、それだけじゃないわ。キーボードがね、コーヒーぶっかけられ、MacBook Air でしたから、通常やったら返品やったんやけども、ちょっと頑張ってみて今回、かなりいい金額でいいものが手に入りました。ただ、これを新品で買おうと思うと、3万円プラス3万円イコール6万円ぐらいのプレミアムオプションに入らないといけないので、ぶっちゃけここまでさ、なんか6万円も投資するってなると、なんか Windows 行ってもいいんじゃないかって思っちゃうよね。Windows の PC ってほんとメモリとストレージすっごい優しいですもんね。基本価格は9万3000円、そしてプラス1万円でだいたい10万円ちょっとで手に入ったこの M1 チップの MacBook Air、ストレージもSSD も余裕があってめちゃくちゃ快適になりました。特に動画編集とかね、自分はフル HD の動画編集なんですけども、他のアプリ立ち上げて同時使用しててもほとんどラグい感じとかはないですね。今回手に入れたのは、中古品ならではのなんかコスパの良さというかね、たまたまいいのを見つけてよかったなっていう感じで大変満足しております。でも今回みたいにコーヒーぶっかけられた MacBook がやっちゃった時にやっぱり返品になっちゃうとかですね。あとそれがね、保証期出てから分かると嫌なんで、しっかりとね、動作検証はね、購入直後はしっかりとやっていきたいですよね。キーボードヘタリって書いてたけど、お店の方もやっぱりいちいちそのリスクを冒してキーを剥がしてね、確認することができないっていうのもあると思うのでね、わざとじゃなくてお店の方もやっぱりね、買い取る時になんか見落としちゃったりとかする場合もありますので、しっかりテストはしたいですね。通常であれば、こんなコーヒーぶっかけられ MacBook が来た場合は修理しなくていいです。中古の販売店とかはね、中古の保証が1ヶ月とかついてますので、そのまま返品しちゃいましょう。だからメルカリとかヤフオクとかで絶対買わない方がいいよね。マジでリスクでしかない。中古ショップで買うと、その初めからお店の返品保証もあるから、オークションとかで買うに比べてかなり安心できる部分ではありますよね。中古は今回みたいに問題があったり多少のリスクはあるんですけども、たまたまなんかもしかしたらね、いい価格のね、めっちゃコスパいいやつがね、なんか発見できちゃうかもしれないので、かなりね、見ているだけでもね、楽しかったりするので、たまにはね、中古ショップのね、サイトとかをね、覗いてみるのもいいんじゃないでしょうか。今回なんか自分的には納得できる金額でめっちゃいいものが手に入ったんで紹介してみました。キーボード交換動画の中で紹介したんですけど、これはマジでリスクがありすぎるし、めっちゃ難易度高いから、なるべくしないようにしてください。なんかスマホのバッテリー交換とかもね、ディスプレイ交換とかも、できる範囲がね、増えていくと、なんか楽しかったりしますけどもね、こういう修理系のものっていうのは、いつでも手に入るパーツがあって、なんか最悪壊れてもいいかみたいな状況の中でやる方がいいんじゃないかなと。結構でも何回か失敗して練習していくと、人間って結構慣れていくのでね、簡単にできるようになったりすると思います。で、今回は問題があったんだけども、めっちゃ金額が安かった MacBook Air を紹介してみました。